うっす、浜井です。今日はですね、明日嫁の友達が来て、嫁が僕にね料理を作れということで、漁師飯を振る舞うためにですね、友達に、船に乗って沖に行きたいと思います。行きましょう。それではまず氷を持っていきます。重たいですね。ここが危ないね。よし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 よっこれで OK。 それじゃあライフジャケットつけて沖に向かっていきます。でメインスイッチっていうね、メインのスイッチ、ほんでエンジンをかけていきます。はい、それではいつものように出港の準備をしていきましょう。まずですね、こちらのはしごが風で飛ばないようにロープでくくっていきます。はしごをね、僕がまだ20歳の頃ですね、父親の船で一緒に沖に行ってる時にくくり忘れてですね、大風の日でこのバターっていうんですよ、はしごが、あれがピューッとねブレッジの方、運転席の方に飛んできたことがあります。それでねちょっと傷がついちゃって、親父がね直したという逸話も残っております。さあ、それでは沖へ向かっていきます。ポイントへ到着しました。奥さんの友達、嫁の友達のために、沖に行っていろいろ作るなんて優しい浜湯でしょうか。さっきのはノンアルコールです。ノンアルコールでもねダメっていう人いるんですけど、あれはノンアルコールテイスト、ビールテイストと言ってですね、アルコールは全く入っておりません。ジュースと一緒 0.0%、 つまりは僕の勝ちです。はい、というわけで灯台にくくりつけていよいよ網をやっていきます。これもねもう毎回やってます。僕の動画では、サブチャンネルメインチャンネル合わせて20回ぐらいは2、30回ぐらいはねやってるんじゃないでしょうか。もう何回も説明いたします。こちらの網は流し差し網という漁法で、網の長さがだいたいサワラだったら 1.5 キロ、マナガツオの網だったら2キロほどの長さになります。高さは30メートル、そちらに等間隔でこちら受けをつけてですね、海の中を流すことから流し差し網。なんで海の中が流れるかというとですね、海って潮の満ち引きによってこう川のように流れてるんですね。道だったらここらだったら西に流れて、引き潮だったら東に流れると、月の関係があるんでしょうか。それによって海がこう丘の方で、陸地の方でですね水位が変わってます。沖の方でも変わってるんですけど、沖では全く分かりません。そうこうしている間に網入れをどんどん進めていきます。残り少なくなってきました。どうせね魚も少ないだろうと思って今回は半分で網をやめておきます。でこのままでは網が浮いたままになってしまうので、途中でこの鉛をつけてですね、で網がこう潮の流れの関係でどっちかに吹けてるんですよ。で見た感じ網が右側に吹けてる、違いました。左側に吹けてるので右側の方に鉛を入れて、あんな感じで沈めていきます。適当に入れちゃうと網と鉛がごちゃごちゃってなっちゃって、揚げる時に外すのが大変なので、それでね潮の方を見てやっていきます。でこちらの U 缶50万円のこの U の缶、こちら U の缶、この U の缶で50万円です。なんともお高いですね。なんでねその量の分が高いかっていうと、僕の予想なんですけど、やっぱり車の部品とかに比べて作る量がそもそも少ないので、コストがね多大にかかるということで、一つ一つの部品が高いんじゃないでしょうか。それではエンジンを止めます。はい、じゃあ網がやり終わりましたんで、今からね15分ぐらいもう待ってくりたいと思います。いるかな。いや外は綺麗な、はい、今声入れしながらですねイヤホンをつけてなくてですね、僕が何を言ってるのか分かりませんが、多分30分ほど待って網を繰り始めようということを言ってたんで、15分後でした。失礼しました。はい、じゃあそろそろ網を繰りたいと思います。はい、それではねエンジンじゃないですね、こちら、エンジンもつけて電気もつけてやっていきたいと思います。で電気もこう船の電気って車と一緒でバッテリーなんですよ。でエンジンの回転で、発電機といいますか充電器とかもあって充電するんですけど、ずっと電気をつけた状態だと車と一緒でバッテリー上がりを起こしちゃいます。もう沖でねバッテリーなんて上がっちゃったら、それは大変ですよ。近くに助けてくれる車もないわけですから、発電機でも積んでおいたらまた別なんですけど、替えのねバッテリーとか、今ねって言ったのは何か喋るかなと思ってって言いました。今日はですねお口の調子が非常にいつもよりずっと喋っておられる気がします。
さあ、そしたらこの等間隔につけた受けを上げながら網を引き上げていきます。果たして何かかかっているのか。でこの紐も網の幅2本になってるんですけど、その間に挟めます。1匹目何かやってきました。上から見て僕は一瞬で分かります。こちらスズキですね。スズキは出世魚といって、僕のところでは生後羽スズキという感じで段階を踏んで大きくなります。いろんな、言い方があると思いますけれども、僕のところではそういう言い方です。それを、予備の生かすところに置いて生かしていきましょう。2期目も鈴木がやってきました。今のこの撮ってる時期が確か10月の末か11月の半ばぐらいですね。11月12月がもう産卵なので、12月になると鈴木はガリガリに痩せちゃいます。その前なので、もう痩せてるかなと思ったんですけど、見た感じまだ超えてますし、食べた時はねめちゃくちゃ美味しかった。で後から分かるんですけど、お腹裂くとですね、白子と油が、内臓脂肪が乗ってます。で3匹目はタイですね。ただ相変わらず少ない。さあやってきました。こちら僕の動画でも紹介しました。せーの、平だ。はい、そうですね、平ですね。平は平たいから平、平は平らだから平、なんて安直な名前の付け方なんでしょうか。しかしそれでいいんです。世の中シンプルザベストというわけで平も締めていきます。こちらの平はですね、酢漬けにしても抜群ですけれども、一番美味しいのはやっぱりこう薄作りというか糸作りの刺身ですね。骨が多いので細く切らないといけません。はい、こちらは生後ですね。サワラの子供、生きてたらこれぐらいのサイズなんて僕は本当は逃がしたいんですけれども、サゴシとかはもうかかった時点、水後じゃなかったサゴシでしたね。サワラの子とかはもうかかった時点で死んじゃってるので、もうあのままおかずにしたいと思います。さあタイがやってきました。種類はですね、もうすでに4種類取れていますね。でさっきのタイ腸が出てましたけど、腸が出てても死ぬことはないんですね。1日2日だったら全然いきます。不思議ですね。腸を網抜くときに腸が全部抜けちゃったりもするんですけど、それでも死なないんですよ。不思議な生き物ですね。もしかしたら、人間も腸が抜けても死なないのかもしれません。それは分かりませんよ。さあ残りも少なくなってきました。魚は現状ずっと少ないです本当にね、これぐらいの量だったらもう油代も取れないし、とてもじゃないけど労力ローンは払えません。小豆島今現状ね厳しい状態が続いております。秋も取れるときは取れるんですけどね、タイとかが。で残りもといいますか、灯台も引き上げて網繰りは終了です。取れたものはタイ、ヒラ、スズキ、それからサゴシというわけで非常にね少ない量となってしまいました。じゃあ残りの片付けに、こちら、いろいろくくったり、ネットローラーのところをガチャガチャしたりですね、クラッチ抜いてブレーキを踏んでバーってやっております。で仮生かししていたお魚を生かしておきましょう。夏だったらねすぐ死んでしまうんですけど、冬だったらもう水温がだいぶね低くなっているので、それだけで長生きの度合いというか長生きするのが全然違うんですよ。網酢っていう網の中に生かしておいても夏だったらすぐ擦れて、見た目が汚くなるんですけど、冬だとねそれすらも長持ちする。で空気を抜いていきます。なんで空気抜くかっていうと、水圧の関係でお腹が膨らむから空気を抜くんですね。空気を抜いた方がこの長生きします人間もお腹にガスが溜まってる状態よりはいいかなという感じです。終わりですね。はい、お家に帰って風呂入りました。いやーもうめちゃくちゃいなかったですね。でも何とか作れそうなんで料理は作りたいと思います。じゃあまた明日。はい、それでは翌日というわけで、翌日の何時でしょう、昼前でしょうか。天気さんさん、お天気さんさん、キラキラ、海が輝いて綺麗でございます。さんさんとお日様笑顔日曜日、何曜日か分かりませんけど締めていきます。脳天締めですね。脳天締めというのはまずですね、脳をもう締めるわけですね。脳を締めて魚を絶命させます。で全部を先に絶命していきます。早くね血抜きして、その魚のポンプでね血抜きを早くするべきだっていう人もいますけど、僕はそこまでは変わらないと思います。早いに越したことはもしかしたらないのかもしれませんが、圧をかけて水を抜けば一緒です。で骨の下に血管が通っているので、その骨の下にキュッと切れ込みだけを入れて尻尾の方の骨も切断です。ちなみに尻尾の方も背骨のね下側に血管があります。で全部のおかずにする分の血を抜いたら血抜きをしていきます。血を抜いたら血抜きはおかしいですね。骨を切ったら血抜きです。でここでもう鱗を取っておきましょう。
はい、全部の鱗が取れたらあのように箱に入れてお家の方に持って帰って調理をしたいと思います。なんて豪華で、なんて。はい、じゃあ魚を締めて帰ってきましたんで、早速さばいていきたいと思います。じゃあこれらの魚で漁師飯を作っていきます。まずこちらサゴシ、それから天然マダイ、それからヒラですね。ヒラタイからヒラ、タイも平らだからタイです。でスズキですね。じゃあやっていこう。じゃあ全部の魚のエラと、カマを取っていきます。カマじゃない、お腹ですね。まずタイでスズキ、お、スズキはいい白子がある。で油も結構巻いてますね。この白子を使いましょう。11月やのに、11月もう半ばですけどいいやつですね。いい綺麗な白子だ。うわ、内臓脂肪もすごい。こんなに肝臓も綺麗から置いとこう。刺身と合わせて食える。内臓脂肪も叩いて食おうか。まあ、叩けばアニサキスは大丈夫だ。んでヒラ、まあヒラは頭使わないんで、ここら辺ねほとんど身がないんで、僕はヒラいつもこうやってお腹まで行ってこうして切って、でこうします。こんな感じで、最後にサゴシ。サゴシも頭使わないんで、ここからねこう斜めに落とします。昔はこのさばき方しかできなかったんですけどね。でまあこういう風に取って、よいしょ。でお腹を裂く。じゃあこれら洗います。はい、じゃあ次に全部の魚の頭を落としていきます。タイはこうしてこうしてこうして、でこうちょっとやってトントン。まだめっちゃ動きますからね、このタイ。ここにね神経があるんですよ。これ触ると動くんですよ。ほらほらほら。でここから神経でね肉になんか指令を送ってるんですね。よし。はい、じゃあ次にお魚を3枚におろしていきます。まずはタイですね。おろすの久しぶりやからちょっと手間取るな。うまい。おビクビク動く。で奥通してパール。よいしょ。反対もよいしょ。でこんな感じ。断面図も綺麗ですね。で次はスズキ。スズキはね見割れしやすいのと、なんだろう、このヒレの骨と中骨、ここはね境界線がちょっと開いてるんで、それ結構ね注意した方がいいですね。危うくミスるとこだった。ギリギリ攻められてるね。で通して OK。さっき言った境界線がここです。ここがね下に入りやすいんですね。これだけ気をつけましょう。で身はめちゃくちゃうまそうです。喜ぶぞ。やっぱねなんかこう自分が提供したもん美味しいって言って喜んでもらえるのが僕はね好きなんですよ。だから結構料理を振る舞うっていう行為が好きでね、昔からやってましたね。はい、サゴシ。で最後にヒラなんですけどね、この子は本当難しいです。分かりにくいんですよ。僕的にはねマナガツオぐらい難しいんかなじゃないかなって思ってますね。骨がね全然位置がわからない。めっちゃうまくいけた。こっちがむずいんですね。あれどうした？今日の俺は一段と違うぞ。よし、OK。この子骨多いけどめちゃくちゃうまいです。酢漬けにしたらねこの種の方が美味しいんですけど、やっぱこう生で食った時この子ねピカイチになります。その代わり細く切らないとダメ。はい、じゃあ全部の身ができました。はい、じゃあ次に出汁を取りますんで、こういうシンクに入ったやつを、折ってもうフライパンにぶち入れていきます。お湯につけないなどの声が聞こえてきそうですが、私には聞こえません。でまあ水入れて OK ですね。でこれを
火にかけて、で出てきたアクを取ります。アク取ってたらそこまでね変わりません。大丈夫で、粗炊き用に鯛の頭を割っておきます。よいしょ。激硬。こんな感じ。問題は続き。入り出したらやりこい。こうしてこうして OK。 でこれはボウルに入れて、でお湯を入れます。さすがにね粗炊きで鱗は嫌ですからね。で鱗が取れるぐらいになったらこうやって洗いながら鱗を取って、で鍋の中に入れていきます。そしたらここにいい感じに調味料を入れて、よいしょ。で落とし蓋、これで炊いておきます。で次は刺身を作っておきます。ターラは炙りにしようかな。OK。はい、で結構刺身が切れました。でこちらのヒラは細く切って糸作りにします。でしなびた大葉を刻んで、であえてあげたら完成です。いいよ。はい、じゃあなんとなくいい感じに盛れました。最後にこのヒラのなんだっけこれ、薄作り糸作りのして、でたまたま冷蔵庫にあったいくらでものしてやろう。蓋みたいで可愛いね。ほんで大体こんな感じで刺し盛りが完成しました。スズキとヒラと鯛炙りと鯛と、サゴシの炙りです。 OK。 で内臓脂肪と肝は、砕いてアニサキスぶっ殺して、であれにします。ペーストにして醤油に混ぜる。OK。 で次にこの余った魚たちは細かく潰して、モードローラーだ。でここに味噌とか入れて、でこねる。はい、これで手ごねなめろうの完成で、スズキと白子の天ぷらの準備もできました。はい、次にボウルを用意して卵3つを加えます。で先に測ればよかったと思いつつ後悔しながら卵の分量を測る。142、これの3倍、140の3倍、3×4=12、420で、こちらの骨から取った出汁を420加えます。で途中でやめて白だしも足そう。よし OK。 で泡立てないように混ぜて、ほんでこしながら別の容器に加える。ほんでええもんがなかったんでこちらのコップに冷凍むきエビを入れましょう。ほんまはね湯煎した方が匂いがなくなっていいんですけど、ちょっとめんどくさいんでこのままいきます。全部いけい。でこちらのタレを入れる。ピッタン。ほんで電子レンジに入れてラップして200っていう小さいやつで、様子見ながらやっていく。10分ぐらい。はい、じゃああとは天ぷらを晩ご飯の時に作ってやっていきます。しばしお待ちを。
友達が来ました。でこんな感じ。いただきます。はい見ていいの？完成。完成。乾杯。いただきます。天ぷらとアワビよ。うん。これが醤油、これがポン酢、これは白子の天ぷらは私は初めてです。いただきます。実食。あ、うん。すげえ美味しい。天ぷらめっちゃ美味しい。刺身いただきます。皮が。美味しいけどね。だから私やっぱり油がないもん。そんなに嫌いな油。いや嫌いというかもう食べれん。カツとハラミをちょっと。もうこれ見た最近の写真。並んだら。ちょっと顔色は悪かったけど。安定の。これでかいね。はい、おはようございます。むくむくむっちゃんです。昨日は飲みすぎました。今現在は朝飯を作っております。あんま言うのに。はい、というわけで、友達は帰りました。喜んでもらえてよかったです。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。